日本に住まなくても平気？いいえ、やっぱ自分がやっぱり日韓ハーフっていうのもあって、なんかみんなここではないどこかに行きたいのかなっていうのがあって、別にそれは日本じゃなくてもいいのかなって思ってます。そうね、俺はニューヨークは1回行ったことあるけども、でもやっぱニューヨーク行きたいね。あとドイツね。そうドイツね、住みたいね。やっぱりクラシックっていう意味で音楽の国なので、本場だからね。そうね、一度行ってみたい。私老後日本でいいかなって思って、若い頃海外がいいかな。性格やっぱり日本にずっといるから日本チックな性格になってるから、もう少しいろんな自分を取り込みたいってなると、やっぱ海外のコミュニティに行ってそこで住まなきゃいけないかなって思う。自分の可能性をもっと信じたい。意味わかんない。海外旅行行って思うのは、日本ってほんまに素晴らしい国、便利な国。海外に何回か行って日本っていいんだなっていうのを再実感するから、それは間違いない。となると住まなくても平気とはいい。でもその上で日本以外に住みたい。なるほど。やっぱり海外行ったりして楽しいけど、やっぱ日本に帰ってくると住みやすいなってめっちゃ思いますね。なんかトイレが綺麗とか、なんかこうキャンセルが起きた時にちゃんと対応がすごい細かく設定されてたりとか、そういう時。あなたが最も強く絆、連帯感を感じるのは？生まれ故郷ですがね。僕富山出身なんですけど、なんか富山に帰るとなんか帰ってきたなって思いますけど、なんか根拠があるわけじゃないんですけど、なんか帰ってきたな毎年思ってます。日本も感じるかも。震災の時とかのなんか東北の震災でいろんな人がボランティアに行ったりとか、そういうのってなんか自分に関係ない人のために助けるとかって絆だなってすごい感じたから日本。僕はなんだろうな、ハーモニーとかアートみたいなそんな感じの体験をした時にこれを感じることが多いですね。なんかジャズセッションとかすごい概念的にいいなと思ってて、一人一人が自分の音を極めながらもその違う音を持ってる人たちが出し合って和音が生まれるみたいな、別次元の形質とか音が生まれるっていうのは超いいなと思ってて、今なんかここに所属しているなっていう所属感がやっぱ自分はあんま感じられていない。本当になんかこう都市の中でこうなんか浮遊しているみたいななんか感覚がすごくあるなっていう気はします。逆に言うと自分が好きな例えば映画とか本とか漫画とかでこうなんか話をしている時になんか同じものを好きっていう人たち同士での連帯感みたいなのを感じたりしますね。こう世界とか日本とかアジア、もっとちっちゃいところだと会社とか生まれ故郷を選択することになると思うんですけど、どこも別にそんな絆や連帯感は感じてないですね。もう感じるとしたらもう1対1、恋人とか親友とかそことしか特には感じてません。もし戦争が起きたら国のために戦える。いやちょっときついな。はいと言いたいですけど、ぶっちゃけいいえですかね。僕いいえですね。多分逃げますね。なしにいたくないので、いくら国のためとはいえど。国のためには嫌だね。嫌だね。家族のためなら戦うかも。家族とかね、ゆうちゃんのためだったらいいかもしんないけど、国のためってのはちょっとよくわかんないね。はい、はいだね。これは別に問答無用で、問答無用ですねこれは。身の回りの知ってる人とか、なんかこう近しい友人とか憧れの人とかいろいろいるじゃないですか。その人たちのためにっていう、多分もうちょっと近いものだと思うんですよね。てか国とか今関係ないと思うんですけどね。いいえ、愛国心って言われたらちょっと違和感じゃないですか。だからそういう感じで育ってきてるから、日本のためっていうのないですよね。日本人だけど日の丸背負ってるわけではないって感じ。生まれたのがただ日本みたいな。世界的なナショナリズムの高まりどう思う？ナショナリズム。ナショナリズム
ナショナリズうんいいと思う。自分の国好きって大事なことだと思うんで。外に目が向かんくなると、地球っていうね枠組みで見た場合に、そうもう地球って枠組みで見んといけない時代になっとるわけだけど、これだけねいろいろそれこそインターネットにしろ IT にしろ情報が行き交う中でナショナリズムばっかり高まって閉鎖国家なんてことは現実的にはできんわけだから、ナショナリズムが高まって民族高揚とかってなってね、自分たちだけっていうのはそれは利益にならない、昔のなんか強い時代のアメリカ、強い時代の日本、中国とかを復興させようぜみたいな煽りの中でこうなんかおじさんたちのロマンスに煽られてなんかっていう高まりなような気がしてて、なんかちょっと違うんじゃないかなっていう気はしますね。もっと本質的ななんかそうですね、自分たちで自分たちの国のことっていうところになんか移っていけばいいなという気はします。こう世界的にこういろいろとなんていうんですかね、世界情勢がこう動いていく中で改めて日本人ってなんだっけっていうふうなことはと思うことは別にいいことだと思うんですよ。僕は興味はないけど改めてこう自分はそこにこう見直すことは大事だと思っていて、何が問題かっていうのはそこを意識せず思考停止のままただ平然と暮らすことが問題だと僕は思ってるから。失業率が高い時は外国人より日本人を優先して雇用すべきだ。そう思う。外国人にはその人にも国があるわけだから、そこでそうやって優先されるべきだと思うし、今も結構起きてますけどね、やっぱりその国の人たちが仕事ないのに外国人の人がいい仕事してたらそれはいい思いしない人が多いなというのは思いますね。単純に出稼ぎに来た外国人よりは日本人を優先してほしいなって思う。そうね。そう思います。日本で働いてじゃあ日本に貢献しようと思ってる外国人だったらいいと思うんだけど、日本で生活して子供を産んで出稼ぎとかの外国人そう結局そのお金が外国に流れてくんだったら日本人を雇用すべきだと思う。これも能力的なだから別に優先とかはない。日本人より外国人が優れてるならそっちの方がいい。多分これさっきのロボットの話と近いんですけど、なんでロボットに置き換わるかって言ったら人が働くよりロボットが働く方が優秀だからっていうところで、社会的に見たら、なんか仕事できない人より仕事できる人に働いてもらった方が結果的に得すると思うので、これはそう思わないですね。でもさ企業でさその優秀な人を取ればその分さ企業が儲かるわけじゃん。そしたらさもっといろんな人雇えるから結局日本人にも恩恵がかつ失業率もなくなるんじゃないかな。外国で暮らしたい。将来そうなる日が来てもいいと思います。外国で暮らすことに抵抗はないですね。でも海外住んでたからこそ日本がやっぱ一番いいかなって思いますけどね。なんか将来的にちょっと外国で暮らしてみたいなっていう、単純な好奇心もありますし、もしかするとなんか日本以外にも暮らしやすい場所があるんじゃないかっていうところで、日本より快適な場所があるんだったら別に日本に固執することはないので、将来そうなる日が来るかも。もし外国人と結婚したらもう全然暮らしていくのも面白いなって思うし、どこで暮らしたい？アジア、漠然と韓国とか台湾とか、じゃなくてもうちょっと南の東南アジアとかで、それどうして？ワクワクするかいいね、いい理由だわ。漠然とワクワクするかなんか別に外国で暮らしたいっていう欲求はあるけど、でも最終的には日本かな。なんだかんだでやっぱり暮らしやすいのは日本だと思います。綺麗だし。今すぐにでも日本を脱出したいですよね。なんか外国で暮らしたいの定義が多分違うんですけど、これは要はどっちかというと定住っていうのがあって、日本で定住するか外国で定住するかの2択だと思うんですけど、僕は定住じゃないので、好きな時に日本に戻ってくるし、好きな時に海外行くので、でも今の状況としては僕個人は今 2,3 ヶ月ここにいるので、もうそろそろ行かないと体がしんどいんですよね。だからちょっと出たいなと思ってて。